皆さんこんにちは、はるです。私は今カンボジアに来ております。初カンボジア。撮影はしていなかったんですが、マレーシアのクアラルンプールからエアアジアに乗って約2時間ほどかけてやってきました。今日からこのシェリムアップに3泊4日滞在をして、カンボジアといったら有名な世界遺産アンコールワット遺跡ですよね。ということで今回の動画ではもちろんアンコールワットも行くんですが、カンボジアの物価だったりお宿だったりどれくらいの値段で楽しめるかっていうことをお伝えしていこうと思いますので、皆さんもぜひ一緒に行った気分で楽しんでいってください。それではレッツゴー。はい、ということで始まりましたカンボジアシェリムアップ国際空港、こんな感じです。 Thank you so much ではまずホテルに1時間ぐらいかけて向かうんですが、なんとねグラブタクシーがね一番安いのトゥクトゥクだったんですよ。ということで今から乗り込みます。 Thank you so much. Thank you. うわー、なんじゃこりゃ、面白い。ありがとう。ありがとう、バイバイ、さよなら日本語ペラペラだ。うわ、すごい狭そうだな。肩をくっつけて仲良く走っております。私もね、まさかトゥクトゥクに乗って今回の動画スタートするとは思わなかった。でトゥクトゥクの中窓が開きすぎて乱気流がすごくって、本当に髪が芸術的なんですよね今回。もうね、なかなかここまで髪が乱れることないと思うんで、どうぞ見納めください。で今回なぜカンボジアを選んだのかと言いますと、日本からカンボジアって結構遠いんですよね。ですけどマレーシアのクアラルンプールだったら片道、うとしいな。もう窓を閉めよう。わ、見てください、向こうの方すごい雨降ってる。やっぱね、日本とは雨雲の出来加減が違いますね。締めさせていただこう。簡単にカンボジアがどんな国かと言いますと、東南アジアの中の国の一つで、国土面積は日本の半分くらい、タイとベトナムに挟まれていて、ユーラシア大陸で中国とつながっているような感じです。首都はプノンペンなんですが、そこから320キロ離れた私が今いるシェムリアップに有名なアンコールワット遺跡があるというような感じです。時差はマイナス2時間なので、日本よりカンボジアが2時間遅れてるってような感じです。日本が朝の9時ならカンボジアは朝の7時。通貨はリエルって言います。1リエル 0.035 円なんで、100リエルで 3.5 円っていうような感じです。さあ計算が難しくなってきました。0 1個消すとかかける10とかじゃなくて 0.035。 ちょっとね計算力が上がりそうですね、カンボジアに来たら。このトゥクトゥクはグラブタクシーで64,500リエルだったので、約2200円ぐらいですね。カンボジアの物価にしたらちょっとね高いんじゃないかなと思うんですけど、普通にトゥクトゥク1時間乗って2200円ならまあ安いんじゃなかろうか。ちなみに普通の車だったらちょうど倍ぐらいの値段だったんですね。車だと4400円ぐらいなので、3人とかで乗る場合はそっちの方がいいと思うんですけど、ギリ2人だったらトゥクトゥクの方が安いし楽しいと思います。もう雨雲が追いついてきます。待って、めっちゃ牛いた。白い牛がいっぱいいた。雨は降ってきちゃったんですけども、外の景色を楽しみながらゆっくりホテルに向かおうと思います。吹いてくれてる。 Thank you so much。 カンボジアの人優しいな。めっちゃ気にかけてくれる。やったー、到着。 Thank you。 わー、着いたー。 OK、 Thank you so much。 Thank you、 バイバイ。わー、自然豊かで素敵な場所ですね。本日泊まるホテルこちらです。ドゥシットホテルシェムレアップ。呼び方は不明ですが早速行ってみましょう。ハロー。なんとウェルカムドリンクがやってきた。わー、冷たくて気持ちいい。気持ちいいって、オレンジジュースかな。でこれ Wi-Fi のパスワードが面白いんだけど、マッサージ 20% オフ。すごい広告の仕方やな。
トゥクトゥクに結局1時間20分ぐらい揺られたんですよ。で今ね座ってるんですけど、自分の体がね揺れてるんですよ、かすかに。ではいただきます。美味しい、冷たくて甘くて美味しいオレンジジュースだ。今一番必要なのはビタミンと糖分。お部屋まで案内してくれるそうです。怒涛の2、3時間でした。今日エミレーツのファーストクラスの動画をね上げる予定だったんですけど、 Wi-Fi が遅くってもうロビーで頑張ってました。やんとか上がったから、今から9分後にプレミア配信が始まるので、それまでにお部屋紹介していこうと思います。では本日のお部屋ご紹介していきます。せーの、じゃじゃーん、結構広くないですか？冷蔵庫もあるし、ポットとかお水もありますね。紅茶、コーヒーもあります。外の景色は壁ビューかな。でベッドが2つあります。今回はアゴダで予約をしたんですが、キングサイズベッドよりこのツインベッドの方が謎に800円安かったんですよ。なんかね、海外旅行あるあるなんですよね。ツインの方が安かったりします。こちらはロッカー、一応セキュリティボックスもあります。ではこちら水回りです。じゃーじゃーん、どんな作り。なるほど、こちらにお手洗いがあってアメニティもありますね。コーム、歯ブラシ、わ、今まで史上一番ちっちゃいかもしれん固形石鹸。水もしっかり出ますね。あとドライヤーもついてます。こちらがシャワールーム、いきなりおしゃれになりましたね。シャンプーとボディウォッシュあるけどコンディショナーはない。では水圧チェックいってみましょう。不思議。水圧はいいけどちょっとなんか倍ぐらい欲しいな、水。ここに窓いるかな。覗き用の窓かな。なんかタオルアートが綺麗だから飛び込むの申し訳ないな。では皆さん問題です。ダダン。このお部屋1泊いくらでしょうか？正解は2497円です。安くないですか？これで2000円台で泊まれるんだ。これ実はここのお宿だけではなくって、この周辺のホテルだいたい2000円で泊まれるんですよ。もうむしろありすぎて選ぶのが大変だった。もう本当にフィーリングと星の多さで決めたような感じなんですけども、感動しちゃいました。では今からなんですが、プレミア配信が3分後から始まるんですけども、明日のアンコールワット遺跡ツアーに参加するべく現金をゲットしたいんですよね。でここから歩いて2分ぐらいのところに ATM があるので、そこでキャッシングをして近くにあるコロンビア料理屋さんに晩ご飯を食べに行こうと思います。めっちゃ雨降ってるんだよな。ちょっと傘持ってこうかな。明日は降らないって天気予報に書いてたから多分大丈夫。当てにならないとは思うけど、こういう時こそ晴れ女発揮すべきということで、頑張ります。コロンビアでは米ドルが使えて、米ドルだったら余ったらまた使えるなと思ったのでドルで下ろしました。100ドル。今夜の7時ぐらいなんですが、レストランとかカフェ、スーパーっぽいのとかも何でも開いてますね。すごくキラキラしてて可愛い。では到着しました。今夜の晩ご飯はこちらのテビーズプレイスで食べようと思います。今夜はこのカンボジア料理を食べてみようと思います。アモックっていうんですけども、淡水魚をココナッツミルクとカレーペーストで煮て、バナナの葉っぱとかココナッツの殻に入れて蒸したカンボジアを代表する料理のことなんですね。フィッシュ、サーモン、マッシュルーム&豆腐が選べたのでフィッシュにしようと思います。4ドルなんで600円ぐらい。ドリンクはパッションフルーツジュース1ドル50セントを注文します。めっちゃ安いな。ココナッツでも1ドル25セント。ここはご飯系メニュー、こっちは麺系のメニュー、だいたい1ドル2ドルぐらいですね。安いな。ではやってきました。お魚のアモックとパッションフルーツジュースです。結構もったりした感じですね。美味しそう。ではいただきます。
ではジュースから。酸っぱ甘くて美味しい。ここがジーンってする。本当に絞ったパッションフルーツのジュースだ。美味しい。物価が安い国だとこういう絞りたてのジュースも気楽に飲めるのでいいですよね。幸せ感じる基準が下がってすごい幸せ感じるわ。お魚から食べてみよう。お魚ふわふわ、全然臭みない。ソースはココナッツカレーの全然辛くないバージョン。優しいな。カンボジア料理ってこんな優しいんだ。タイ料理ってすごいスパーとかカラーとかなることありますけど、カンボジア料理ってそういう辛い系の味付けあんまりしないんですって。なので日本人の舌にも合いやすいそうですよ。これだったら疲れてる時でも全然食べられそう。やばい、ほぼ満席になってきた。あと2席しか空いてないのに、外にね今メニュー見てる人がいるんですよ。めちゃくちゃ人気店だここ。私この大きい机に座らせてもらっちゃってるんで、ちょっと急いで食べようと思います。ではごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったです。しかもスタッフさんがね本当に優しかった。カンボジアの方はねめちゃくちゃ優しい。びっくりするぐらい優しい。ではね、目の前にスーパー見つけたんで物価調査をしてみようと思います。カンボジアってタイとベトナムに挟まれてる国じゃないですか。これはベトナムのお店とかお家によくあるものですね。この線香のグニュグニュ加減も含めてめっちゃベトナムを感じる。これはベトナムのフォーとかスープの上に入れる揚げパン。一番安いお水は 0.2 ドルなんで30円ぐらいですね。ビールも安いのかと思いきや 2.2 ドル、300円ちょい。カンカンジュース75円。なくなりかけてたシャンプーとコンディショナーが売ってました。1ドル75セント。これは買っとこうと思います。ラッキー。韓国の焼酎は300円くらい。コクがあって栄養と健康です。サンドイッチビスケットです。いちご味です。味が濃いです。カリッとした口当たりです。もうちょっといろんな言い方勉強した方がいいんじゃないかな。このパッケージもなんか見たことありますよね。なんだっけ、カントリーマームかな。明日朝超絶早いんで朝ごはんの代わりにミロ買おうと思います。これで70円ぐらい。私見つけちゃった。川の向こう側に市場がある。実は昨日の晩エミレーツの動画の編集しててね、一睡もしてないんですよ。ちょっと早めに帰って寝ようと思ってたんですけど、あんな楽しそうな市場見たら行かずにはいられないですよね。行きましょう、一緒に。おー、これはドローカルですね。いい雰囲気。この雨が降って足元が湿ってる感じもまたいいですよね。ご飯系もだいたい1ドル75セントとかですね。300円ぐらいか。ドリンクも全部1ドル150円。すごいな。これだけのメニューがここで作れちゃうんですね。もうアート作品みたい。300円も出せば一皿食べられるような感じですね。ちょっとこっそり同じメニューとか入ってないんかな。ここもだいたい1ドルジュース。カンボジアは水の問題がちょっとあるので、生野菜とかちょっとそういうのは食べない方がいいって記事を見たんですよね。ですけど火を通したものであればこういうローカルもうトライしてみてはいいんじゃないでしょうかね。うわー、ボロボロのトラックもここまで乗ってもらえて嬉しいでしょうね。もうドア開いちゃってるもんな。うわー、なんてこったパンナコッタ、なんて楽しそうな市場なんだ。帰れないホテルに。もちろん行きますよね。カンボジアのトゥクトゥクはまたタイのトゥクトゥクと違ってこういう木で作られてたりとかシックな感じがしていいですね。手作り感がある。びっくりしたんですけど、こっちサイドだけじゃなくって奥にもずっとつながってるんですよ。これは広いな。全然客引きとかもないので自分のタイミングでこう見て回れるのですごく楽ですよ。さあ
中へ侵入。お土産はタイっぽいですよね。ちょっとパチモンがあったり、こういうタイパンツが売られていたり、こう昼間はご飯屋さん的な生鮮食品的なものを売ってるのかな。匂いがすごいぞ。アンコールワットの T シャツとかありますね。さっきお姉さんが去り際に T シャツ2ドルだよって言われました。300円で買えるのか、すごいな。直近でタイもベトナムも行ったんですけど、そのどちらでもないですね。カンボジアはカンボジアって感じ。これは初めてだわ。楽しい。まさかすぎるけど、こんな場所にハードロックカフェがある。欧米人のお客さんがやっぱり多く来られてるのかもしれないですね。お客さん2人だけしかいない。カンボジアはこのライトの使い方が上手ですね。帰ってきた。では今からシャワー浴びて、もうスコッと寝ようと思います。ではおやすみなさい。おはようございます。朝の3時に起きました。YouTube の長田さんのアンコールワット動画見てたら、朝の4時に出発されてたんですよ。なるほどと思って、私ちょっとメイクとかしなきゃいけないから3時に起きてみました。眠たい。では、向かいましょう。Thank you. Good morning. How are you? I'm good, and how are you? Good? I'm good. Yes. This is the tuk-tuk? Yeah. Oh, yes. 本日のトゥクトゥクです。では出発進行。夜は結構暑かったんですけど、朝方は結構肌寒いくらい涼しいです。で、今日私が泊まってるホテルでアンコールワットに行くの私だけらしい。なんでみんなアンコールワットを見に来とるんじゃないの？もうすでに行っちゃったんかな、みんな。今日は4つのお寺を回るツアーに参加します。ツアーといってもこのトゥクトゥクをレンタルして、今日私1人しかいないので、私が回りたいタイミングで4つの寺院を回って好きな時間に朝食を食べてホテルまで送り届けてくれるっていうパッケージですね。パッケージが18ドルなんですよ。それプラス朝日を見たいプランだったらプラス5ドルなので23ドルを払ったら OK っていうような感じです。いや、びっくりするぐらい人がいないな。見て見て、橋がめっちゃ綺麗。光の使い方がうまい。こちらがシムリアップの地図です。ここに私泊まってたんですけど、ここがアンコールワットなんですよ。もう本当にまっすぐの道をプイーッと行って、まずはチケットを購入して、それからアンコールワットの方に向かうような感じです。だいたい15分くらいで着くそうなので、のんびり景色を楽しもうと思います。いやー、プライベートっていいな。着いたっぽい。ここかな？ Thank you. So I will buy a ticket here? Okay. どこだ？ちゃんと ATM ありますよ。マスター、ビザ、JCB 全部使えますね。カンボジアってものすごく物価安いですけど、E ビザっていう入国ビザもだいたい4500円ぐらいしたんですよ。30ドル空港で払ったので、アンコールワットの入場料も確か5000円ぐらいするんですよ。結構強気な値段設定ですよね。わあ、びっくりするほど人いないや。本当に朝日が人気なんかな、それとも私がとんでもなくラッキーなんかな。今ここのアンコール遺跡群チケット販売所ってところにいるんですけど、なんかね開かないなと思ったら、営業時間朝の5時からでした。5時からなんだ。あと25分もある。でもあの人とかも並んでるんで、もう並んどいた方がいいのかな。いや、足腰いたわるの大事なんで座っときます。なんと4時40分に開いて購入することができました。じゃじゃーん。見てください、このウーパールーパーみたいな顔。これがワンデーパスで37ドルでした。特にパスポートとか何も必要なくって、私は現金で払ったんですけど、クレジットカード、ビザとかマスターでも払うことが可能です。ちなみにワンデーパス、3デーパス、セブンデーズパスです。いろんな人の動画見てたんですけど、アンコールワットね、1日で十分らしい。手振って待ってくれてた。Yes, thank you. ではアンコールワットにレッツゴー。では到着しました。ここから中に入るそうです。
Hello. You go to inside, you I have got inside, okay. Sorry, you need to follow camera. You go to Oh. inside and forward is a very good funny picture. One photo, $1. Oh, one photo, $1. Oh, that's cheap. Yeah, it's a very good. You 安いな。 you take my camera and then send to you. 周り真っ暗ですね。もう街灯とか何もないんだ。あ、眩しい。こうやって撮らなきゃね、自分の顔がわかんないですね。これでいきましょうか。写真1枚$1は破格ですよね。普通に一人旅じゃなしにカップルとかご夫婦で来られる方はぜひ撮った方がいいんじゃないかなって思いました。入り口にはツアーガイドさんも結構いらっしゃったんですけど、英語とかフランス語が多いような印象でした。私はねGoogle 先生と共に今いるので、いろいろ教えてもらいながら行こうと思います。たまにシャカシャカ音がするなと思ったらワンちゃんいるんですよね、足元に。面白い。みんなで記念撮影してるんかなと思ったら、ここでチケット見せるらしい。Good morning. Thank you very much. Thank you. ありがとう。ありがとう。バイバイ。こうやって自分で照らしながら進むっていうのもなかなかスリリングでいいですよね。うわー、暗くて全然見えない。よいしょ。うわー、なんだかドキッとしますね。今回はトゥクトゥク1日レンタルで借りているので、アンコールワットを出てまた戻ってくることも可能だそうなんですね。なのでまた明るくなったら詳しく見て回ろうと思います。では朝日スポットにやってきました。怖いな。いきなり急にこういう段差があるからちょっと危ない。さっきもね、水たまりに足突っ込んでもべちゃべちゃなんですよね。アンコールワット向かって右側に池があるんですよ。そこに日が昇るとアンコールワットと太陽が反射して綺麗に見えるそうなんで、陣取りしようと思います。では朝日が昇ったので遺跡探検していこうと思います。どこからともなく楽しい音楽が聞こえてきますね。日が昇るとね、一瞬でアンコールワットの上空が曇ったんですよね。でも湿気がすごい。こうやって実際に遺跡の上に登れるって嬉しいですよね。アンコールワット想像以上に広大で美しい。もうすごくね、湿気でしっとりしてる。なんかね、石なのにふわっとした触り心地。こう人工的に削ってすごい年月が経って雨とかでこう削れてったんでしょうね。このどこからともなく聞こえてくる音楽は毎朝やっているそうですよ。ではアンコールワットの歴史についてお話ししていこうと思います。アンコールワットは1992年に世界遺産に登録されました。アンコールワットの名前の由来はアンコールが都市、ワットがお寺という意味だそうです。面積は東京ドームでいうと約40個分の敷地だそうです。すんごい広い。では中に入っていきましょう。うわー、かっこいいな。インディ・ジョーンズになった気分。場所違うけど。建設時期は12世紀前半で、もともとヒンドゥー教の寺院として建立されたらしいんですけども、その後16世紀後半になんとね、仏教の寺院として改修されたそうなんですよ。そんなことあるんですね。こっから全然香りが変わった。古いタンスとか古い本の中に顔をうずめたような香りがします。うわー、こりゃ素晴らしいな。こちらが沐浴をする場所ですね。ここに昔はお水が張ってあって中に入って体を清めるっていう場所だったんですけども、深くない？3メートルぐらいない？もうこんな感じなのかな。泳げない人大変ですね。さすがにこんな満帆まで貯めることないか。それただのプールやもんな。でもどうやってこの水を排水していたんでしょうね。そういうところも作られてたんかな。
遺跡の至る所にあるのがこのレリーフ画なんですよね。普通掘る時って平面をどんどん掘っていくと思うんですけど、このレリーフ画は平面を浮き立たせるように掘り込むのが特徴です。こういうレリーフ画がもう至る所にありますね。どれぐらいの年月がかかったんでしょう。はい、30年かかりました。ねえ、私まだ30歳になってないのに、私の年齢以上の時間をかけて作ったってことですよね。私がアンコールワット作る人だったら30年も頑張れるかな。多分15年あたりで心折れると思います。アンコールワットは12世紀に古代クメール王朝によって建てられたヒンドゥー教の寺院なんですね。古代クメール王朝は9世紀から15世紀まで現在のカンボジアとか東南アジアに存在していた王国だそうです。古代クメール王朝、どんな国だったのか気になりますよね。でそのクメール王朝は王が変わるたびに新しい寺院を作っていたんですよ。そのうちの一つがこのアンコールワットだそうです。やはり王の威厳を表すためとかいろんな理由があるんですが、もうやっぱこんなん建てられたら威厳ありまくりですよね。うわー、広、こんな遺跡信じられないですよね。前マチュピチュ行ったんですけど、マチュピチュよりも壮大な感じがする。だってこれクレーンとかない時代に人の手だけで岩をこう切り崩したりとかして作ったんですよね。信じられない。ここから登れるらしい。帽子はかぶっちゃダメ。結構な傾斜だなこれ。ちょっと怖いなこれ。落ちたら終わりだもんな。しかもね、揺れるんだよ前の人のあれで。いやちょっとあまり後ろ見んとこ。画面でめっちゃ見える。やばい、ちょっと怖い。一気にこんな高いところまで来るんだ。うわー、今日の朝雨降ってて結構ね気が湿めてたりして、ちょっとね足が震えちゃいました。いやもうちょっと根性欲しいな。まだまだだな。遺跡の中にもこんな感じでおしゃれなベランダのような場所があるんですよね。これも面白い。至る所にこうやってねちょこちょこ落書きがあったりするんですよ。これとかも1979年かな、多分50年ぐらい前の落書きっていうか、もう彫ってますね。このアンコールワットにある数々の落書きの中に一つね伝説となった落書きがあるので、それを後から見に行こうと思います。今ここは改装されてるみたいですね。この昔作られた岩たちをどうやってこう修復していくんでしょうね。技術が気になる。大きいな。伝説の落書き見つけました。ガイドさんが森本探してるって言われて、あ、そう森本さんのやつ探してるんですって言ったら教えてくれました。こちらです。じゃん。見えますか？なんかね、ポル・ポト政権時代に一度ねこうペンキでわーって塗られちゃったんですけど、この下に黒い墨で日本語漢字が書かれてるんですよ。これが江戸時代にアンコールワットにやってきた武士が書いた落書きなんです。残ってるんですよ。1632年に肥前の国、現在の佐賀県とか長崎県ですね、森本右近太夫和房っていう武士が書いていったんですよね。なんでこんなところに書いたんでしょうね。で結構ね、私160もうすぐ2センチなんですけど、届かないぐらい上にあるんですよ。どうやって書いたんだろう。このね書いちゃった話も面白いんですけど、アンコールワットをインドにある仏教の聖地の祇園精舎と勘違いしてここに書いちゃったそうです。ちょっとねおてんばですよね。内容は遠い日本のこと、そして家族のことを思ってるよっていうことが書かれているそうです。その当時約400年ぐらい前ですね。どうやってここまで来たんだろう。いや同じ長崎の同志ということで400年の歴史を今感じてます。こんな感じで100年後も1000年後も
まあ、2000年後も3000年後も、まあ、ここに長崎の方がこうえいってしに来ることを楽しみに待っております。ということでだいぶねお腹が空いてきました。今朝の7時半なんですけども、今から朝ごはんを食べに行こうと思います。朝ごはんの時間とか特に決まっていなくって、お腹が空いたら駐車場にいるからいつでも来てねって感じでした。すごく嬉しい。やっぱりツアーをつけるつけないとか。ハロー、こんにちは。おはよう。ハイ。日本語のツアーの方、一人旅。うん。ありがとう。日本語のツアーガイドさんだった。意外と日本人の観光客めちゃくちゃ多いんですよ。で、英語とフランス語の通訳が多いって聞いたんですけど、日本語のツアーガイドさんも全然いた。だから本当に想像してる以上にここって広いんで、途中で歴史のこともっと詳しく知りたいと思う方も絶対いらっしゃると思うんですよ。そういう時は、こういうところで日本語ツアーさんをつけるともう歴史が面白くってどんどん時間過ぎちゃうと思うんですよね。そうなったとしてもトゥクトゥクを貸し切っておけばいつでもね自分のペースに合わせて朝ごはんとか次の寺院に行けるっていうすごくいいです。日の出前は暗くて全然見えなかったんですけど、私こんな場所歩いてきてたんですね。よかった、端っこ歩かなくて。では駐車場にやってきました。駐車場っていうか路中ですね。可愛いこのトゥクトゥク、お花があったりとか、お手製のルイ・ヴィトントゥクトゥクだ。Did you sleep well? No, No. just too looking for too you. hot? Oh, thank you so much. Because a lot of mosquito. No way. 蚊がいっぱいいるらしい。Breakfast time. Thank you for waiting. Okay. 蚊が多い中、暑い中、明るい中、出てくれたんですね。本当ありがたい。では今から朝ごはんを食べに行くんですけども、どんなところに食べに行くのか、果たして屋内なのか屋外なのかローカルなのか、ローカルはローカルだろうな。どんなところで食べるのか楽しみですね。では着いたみたいなんで行ってみます。よいしょ。Thank you. Okay, please. なんかねスタッフさんについていくらしい。不思議な設定だ。竹雄なんちょろフード。竹雄さんが作ったのかな。ハロー。おお、いい雰囲気。めっちゃ広いな。やっぱちょい高めですね。だいたい5ドルから6ドルぐらいです。私はこのヌードルスープ with ビーフとコーヒーミルク with アイスを注文しようと思います。ほんとね、麺とご飯と炒め物がメインで、朝ごはんハンバーガー的なものは全然ないですね。スープとか唯一ウエスタンっぽいものはこのパンケーキだけ一つだけ甘い系の朝食があったので、食べたい方はこれって感じですね。やってきました。美味しそうじゃないですか。こんな感じでフォーみたいな麺が入っております。いただきます。お腹ペコペコだ。じゃあスープから。あちち。おお、美味しい。いろんな野菜の味がする。結構味濃いな。見た目すごく薄そうな感じがするのに、野菜の濃縮されたのとちょっとピリ辛なんですよ。カレーじゃないけどなんかそっち系のスパイスの香りがします。日本のコンソメスープの2倍ぐらい濃い味がする。びっくりした。すごく噛み応えがある。細めの韓国の冷麺みたいな歯ごたえがいいこんにゃく麺みたいな感じ。美味しいわ。写真ではビーフ乗ってたけど実際はちっちゃめですね。牛は結構筋っぽいしっかりめの肉だ。
あー幸せしみるわ。コーヒーも飲んでみよう。甘いインスタントコーヒー絶対インスタントこれ。でもカフェインが飲めるだけで嬉しいわ。ではごちそうさまでした。お会計なんですけど、カンボジアのこの通貨ドルで買っても端数はこれで返ってくるんですよ。お寺の柄がすごい美しいですよね。でこれがね大量に余ってたんで、これを先に使って残り足りなかった端数分の2ドルだけ米ドルで払ったような感じです。レシートちょうだいって言ったらすごい大きいのがやってきました。合計7ドルで2万8000リエルと2ドル払ったんだけど、これ1って書いてないかな、2なんかな。まあいいや、チップということでいいでしょう。では続きましてバンテアイクデイというところに来ました。またここでもチケットを見せます。ハロー。 Thank you. Okay, thank you. この遺跡の面白いところは2001年に大ニュースがあったんですけど、なんと上智大学のアンコール遺跡国際調査団とカンボジア王立芸術大学の学生による発掘調査が行われたら274体も仏像が境内から発見されたそうです。まず上智大学にそんな面白そうな団体があるのも、ね、知らなかったですし、日本の方がカンボジアの地でそういう大発見をするってすごく嬉しいですよね。はい、音楽演奏してくれてる。見渡す限り人ゼロ、最高。カンボジアってすごくね自然も豊かですし、こうやって遺跡もたくさん楽しめますし、物価も安いし最高じゃないですか。思ってたよりもっとずっと良かったカンボジア。本当日本人観光客が多い理由が分かりました。普通ね、なんか世界遺産とか観光地って一回来たらやっと見れたぞ、見納めれたぞと思うんですけど、もう一回来たいもんな。何度も来たくなる観光地ってなかなかね珍しくて貴重だと思うんですよ。もうアンコールワットはまさにそれ。狛犬のような銅像がたくさんあります。狛犬って聞くと日本のイメージですけど、意外と東南アジアの国ってどこにでもあったりするんですよね。沖縄のシークワーサーみたいな、シークワーサーじゃない沖縄のシーサーみたいな、カンボジアでもそういう立ち位置なのかもしれないですね、この銅像。ここも作りが面白いな。今にも崩れそうですよね。いろんな部分が斜めってるもん。さっきお話ししたみたいにヒンドゥー教から仏教に変わったじゃないですか。そういうこともあって、もう何回も何回も作り変えたりとかして、どんどんねこう複雑になっていったそうです。昔の人はこういう天井どうやって作ったんでしょうね。こういう細い柱を歩いてるとたまにこう雲の糸があってあってなることがあるんで、そこだけ注意。では3つ目やってきました。タプロームっていう字なんですが、カンボジア遺跡の中でもここは特に人気があるそうですよ。では行ってみましょう。いきなりジャングルが現れました。わあ、ここはちょっと水没してて橋ができてますね。ワクワクする。正面はカチコンカチコンやってますね。修復中です。てっぺんの部分を作り直してるのかな。今私は東入り口から入ったんですが、こちらのタプロームに向かっていくような感じです。すごく離れてますよね。そうなんです、すごく離れてるんです。想像以上に離れててちょっとびっくりした。この絵文字っていうのかな、このマークが可愛いですよね。寺院に木が1本ピョって生えてるんですけど、このタプロームは巨大樹が寺院に入り組まって生えてみたいな感じで面白い形をしているそうなんです。皆さんこのイラスト覚えておいてくださいね。いきますよ、せーの、じゃじゃーん。もうまんまじゃないですか。木が寺院の中から生えてる。ハリウッド映画好きな方、
ここね、ピンとくる方いらっしゃいますか？実はね、トゥームレイダーの撮影のロケ地なんです。ここ主演はアンジェリーナ・ジョリーで、ララっていう役をされてたんですけど、父の遺言を頼りに秘宝を求めてカンボジアに向かうんですよね。でその時に迷い込んだのがこのタプローム遺跡だそうです。近くから見るとこんな感じです。木の生命力ってすごいですよね。で寺院もこの状態のまま残ってるのもすごい。ちなみにアンジェリーナ・ジョリーが撮影中好んで通ってたお店があるんですね。パブストリートの一角にあるレッドピアノっていうお店で、アンジェリーナ・ジョリーが気に入って飲んでたカクテルトゥームレイダーっていうものがね飲めるらしいので、もしお酒気になる方ぜひ一緒に行ってみてください。トゥームレイダー見た後にこの遺跡に来るのも面白そうですよね。ここの遺跡は他の遺跡と違ってもっと自然と融合しているような感じがします。こことかすごく複雑に入り混じってるのにこんなまっすぐ綺麗に入るんですね。今回撮る場所が多すぎるので、春デイリーに載せていない動画は私の海外旅行お散歩チャンネルのワールドホッパーの方に載せようと思います。 4K の動画でかなり画質もよく撮っておりますので、もっとね行った気分になって見てみたいっていう方はぜひそちらのチャンネル見てみてください。ぜひいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで最後の遺跡にやってきました。トゥクトゥクで入場。自転車のレンタルが3ドルと6ドルでできるってホテルに書いてたんですよね。ちょっといいやんと思ったんですけど、この距離はなかなかだな。本当に日の出から日の入りまでかかると思う。同じ4カ所回ろうと思ったら。バイク運転できたらな。バイク気持ちいいだろうな。カンボジアってすごくね安全運転なんですよ。でみんなヘルメットかぶってるから事故とかもほぼないんじゃないかな。みんな時間に急いでる感じもないし、事故もしたくないだろうから気をつけて走るし、いいな。私でも運転できるかもしれん。ここのエリアはもう全部がもう寺院っていうか遺跡エリアになっているそうで、全部見たいなら2時間はかかるねって今運転手さんに言われました。2時間か、大変だな。とりあえず一番有名な寺院に連れてってって今頼んだので向かっております。これが一番有名な寺院だそうです。すごいな。どうなってんのこれ。最後になりました。こちらのバイヨン寺院に行ってみようと思います。これは広大ですね。このバイヨン寺院は古代インドの神話に登場するメールっていう山、メール山を象徴していると言われています。メール山とは古代インドまたは仏教の宇宙観で神々が住まうとされている場所のことだそうです。当時のカンボジアにおいてこの宇宙観を表現することがとても重要だったそう。もう壮大すぎる。アンコールワットだけではなく、このアンコール遺跡群、本当に一つ一つ素晴らしいんですが、1992年にこのアンコール遺跡群が世界遺産として登録されたんですよ。意外と最近ですよね。私が生まれるちょい前ぐらいで、このアンコールワットだけじゃなくってアンコールトムとかパプローム、プノンバケンとかいろいろ有名な寺院あるんですけども、なんと広さ400平方キロメートルに及ぶこのエリア一帯が世界遺産だそうです。そんな広い世界遺産あるんですね。最初にアンコールワットで王が変わる時にこうやって建物を作るって話をしたと思うんですけども、そのクメール王朝約600年続いたんですが、15世紀に衰退が始まってアンコールワットとか放棄されちゃったんですよね。で一度ジャングルに全部覆われてどんどん埋もれていっちゃって、1800年代に入るまでは見つからなかったそうです。こんな広い敷地なのに。で1800年代に入ってフランス人の探検家のアンリ・ムーゴさんが発見したんですよね、この広大な遺跡。いや最初見つけた時興奮しただろうな。まさかね400平方キロメートルもあるとは思わないですよね。暑い。風がない。湿度がすごい。今ね何時だろうな。
11時46分、もうすぐ12時なんで、かれこれもう6時間以上観光してるような感じですね。1時間ぐらい朝日昇るのを待ってたんですけど、4つの寺院を1時間ごと回るような感じでした。いやー、でも本当に十分楽しめますね。最初1日で十分満足ってね、いろいろ YouTube とかブログで話を見てたんで1日のチケット買ったんですけど、全然3日分買っていいと思いました。でそのチケットも結構優しくって、3日チケットって1週間有効期限があるんですよ。で任意で3日間で、1週間のチケットは1ヶ月の期間中、任意で1週間行くっていうような感じなんで、私のイメージ的にカンボジアイコールアンコールワットってイメージだったんですよ。ですけどアンコールワットってこの遺跡の中のほんの一部で、それ以外にもいっぱい寺院ってあるので、寺院が好きな方とか、こういった普段味わえない雰囲気をいっぱい味わいたい方はぜひね3日のチケットがいいんじゃないかなと思いました。いや、そろそろ体力の限界なんで帰ります。はい、というわけで今回の動画はこの辺りで終わろうと思います。皆さん今回の動画いかがでしたか？今回はカンボジアってどんな国なのっていう動画だったんですが、初めてカンボジアに来てみた感想は、物価が安い、人が優しい、ご飯が美味しい、この3つでした。本当に大自然も広がってる、ホテルも安い、ご飯も安いから、のびのびと過ごすことができるんですよね。久しぶりにこの大自然で過ごすことができて、とてもリフレッシュになりました。すっごいね、信じられないぐらい朝早く起きたんですけど、全然疲れとか、疲れはしてるんですけど、全然こう気だるさとかそういったものがないんですよね、不思議と。そしてこの遺跡、全然1日じゃ足りないです。3日行きましょう。でもこの温度と湿度かなり高いので、一日中観光はきっとできないと思います。私でも半日で結構ギブだったので。なので3日に分けて、初日はアンコールワットの日の出を見て、その周辺を観光して終わりで、次の日は違う遺跡に行って、次の日はちょっと遠めの遺跡に行ってみたいな感じで、こうちょこちょこ分けながら楽しむといいかなと思いました。かなり日本人観光客も多かったので、日本語がすごく通じやすいんですよね。とても観光しやすいですし、治安も思っていた以上に悪くない。カンボジア気になるけどちょっと治安どうなのかな、遠くて不安だなっていう方は、思っている以上にカンボジアとても来やすい国だなと思ったので、ぜひ航空券予約してみてください。ちなみに案件ではないんですけど、今回クルックの eSIM を買ってみたんですよ。3日間で毎日1ギガプラスされる、プラス無制限なんで、1ギガ分をサクサク使えて、使い切ったら、ゆっくりな速度で使えるって感じかな。これで795円で予約してるんですよ。ちょっとたまったポイント何十円分か使ったんですけど、安くないですか？3日で800円。しかも今日遺跡の情報とかかなり調べながら行ったんですけど、全然まだまだ余裕で残ってるんで、もしカンボジア来られる方、クルックの eSIM を使ってみてください。春クルックっていうクーポンコード入力すると、初回が 6% オフ、2回目3回目は 3% オフ、4回目以降は使えなくなっちゃうんですが、クルックは旅行予約サイトなので、大体旅行に関するもの何でも予約できるので、もしね予定がある方お得に使ってください。ではこの辺りで動画終わろうと思います。今回の動画少しでも役に立ったよという方は、ぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。カンボジア動画次もね続きますので、ぜひそちらも一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。 Thank you so much. So I pay money to the hotel? Yeah. So this is yeah. Thank you so much. Have a good day. Bye bye.